こんにちは、ケイです。今日は編み上がったこちらのマギーカーディガンと、こちらのオレンジというソックス、そして次に編み始めているものについてお話ししたいと思います。こちらのマギーカーディガンはこれから迎える秋に向けてちょうどいい半袖のカーディガンになってます。こちらは閉じはぎがなくてラグランのような感じで編み進めていけるので、実際に編んでみてもとても気軽に編むことができました。そしてもう一つ完成したのがこちらのオレンジというソックスなのですが、以前から編んでみたいと思っていたものになります。ただこちらは編み方を間違えてしまって、左右で違う模様になってしまいました。えー今日はこの3つをお話ししたいと思います。まずこちら、マギーカーディガンが完成しました。デザイナーはプチニットになります。半袖のカーディガンなので、これから少し肌寒くなってくる時期にちょうどいいのではないかなと思っています。今日はパンツに合わせていますが、スカートにも合いますし、あと、ワンピースの上に羽織ってもいいと思います。形もとてもオーソドックス、定番の形なので、こういうカーディガンはやっぱり使いやすいんじゃないかなと思います。前を開けて着てもいいですし、ボタンを閉めて着てもいいので、いろいろ活用できる一枚になるんじゃないかなと思ってます。で、今回編んでみて一番良かったなと思ったのが、編み方の構造になります。こちらは閉じはぎがない構造になってます。上から編み始めて、で、この肩の部分で、ラグランのような感じで増し目をしていきながら編んでいって、で、身ごろと、袖を作っていくっていう、編み方になります。でなので前身ごろ後ろ身ごろ、袖をそれぞれ編んで、最後につなぎ合わせるというような作業がありませんので、一つ、一本の毛糸でずっと編んでいくことができる、一つにつながった状態でずっと編み進めていけるので、とてもスムーズに編むことができました。で、私は閉じはぎがあるものも編むのですが、こういうふうに最後に各パーツをつなぐ作業がないものもそのまま編み進めていけるのはやっぱり気軽に編めるなというふうに実感しました。編んでいるうちにカーディガンの形になっていくので、今どこを編んでいるのかを知ることもできて、とても分かりやすく編むことができたと思います。で、こちらで使った毛糸は、ダイヤ毛糸のダイヤドミナビータという毛糸になります。こちらの毛糸です。マギーカーディガンで推奨されている毛糸はカシミヤなのですが、カシミヤはやっぱり1着分になると、高価になります。なので、少し値段を抑えて、編める毛糸はないかなと思って、探しました。で、推奨糸で、カシミヤ以外でモヘアも推奨されていました。で、中細ぐらいのウールと、あと極細のモヘアを引き合わせて編んでいくという、そういった推奨なのですが、そうすると、2種類の毛糸を使うことになるので、やはり1着分となると、それなりの値段になると思いましたので、できれば1本で編める毛糸であまり高価にならないものがないかなと思って探して、湯沢屋さんで見つけたのがこちらのダイヤドミナビータという糸になります。組成はウールが63%で、モヘアが10%、ナイロンが27%になります。で、こちらを1本で編んでいるのですが、編み地がとてもふわふわしていて、暖かい編み地になりました。半袖のカーディガンなのですが、これから秋口に着るにはちょうどいい暖かさなんじゃないかなと思ってます。
で、あとこの毛糸でとてもいいなと思ったのが、毛が抜けないということです。モヘアが入っているので、編んでいる時に毛が抜けるかなというふうに思ってたのですが、そういうこともなくてとても編みやすかったです。編み上がったものも、ふわふわとふわっとしているのですが、毛が抜けてつくような衣類につくような感じもないので、これはとてもいい毛糸だなというふうに思いました。今回カシミヤの代わりになる毛糸として、探していたのですが、こちらを選んでよかったなと思っています。で、こちらの編み地スワッチがありますが、カーディガンなので、身ごろの部分は表と裏を往復しながら、編んでいきます。で、私は往復編みをすると、どうしても裏編みの時に目が大きくなって編み目がガタガタしてしまうところがあります。で、今回も編んでいる途中ではここはちょっと目が揃っていないなっていうところが、いくつもありました。で、編んでいる時は完成したら少し目立つかなと思ってたんですが、水通しをしてみると、こちらはスワッチをして水通しをしたものになるのですが、やはり編み地がふわっと膨らむので、目も少し馴染んだ感じになって、編んでる途中で少し気になっていた目のガタガタしていた部分も、完成してみると、それほど水通しをした後気にならなくなっています。あと私は編むと、いつもそういったことが結構多いのですが、目数が合わなくなるところが、多いことがあります。編んでると目が増えてしまったり、逆に減ってしまったりすることが結構あります。で、今回もこのマギーカーディガンではそういうところがあったんですが、その都度少しずつ調整をしました。目を落としてしまっているところがあれば、かぎ針で拾っていったり、あと逆に目が増えているところは、脇の下のあたりとかで、2目一度にしたりして、少しずつ目数を合わせていってます。本当は最初から最後まできちんと目数が合うのが一番いいんですけども、編んでいてもどうしても私はあれというところが結構出てきます。なのでその時にほどいてやり直すこともあるのですが、今回のようにここなら少し調整できるかなというところはほどかないで、そのまま調整しながら編み進めています。そうやって今回も最後まで完成させることができました。最初にパターンを見た時もそうなのですが、実際に編んでみてもやっぱりスムーズに編めるパターンだったなと思います。ラグランのような感じで、上から編み始めて、で、肩の部分で増やし目をして、で、身ごろや袖ができていく、そういった編み方の構造になっているのですが、本当に気軽に編めました。で、完成した形も、定番の形なので、いろいろな洋服に合わせられると思います。で、毛糸も、このダイヤドミナービーターを使ったことで、ふわっとして暖かい編み地になりました。で、これから涼しくなってきた時に、ノースリーブとか、あと T シャツの、上にマギーカーディガンを羽織って、たくさん着れるのではないかなと思います。秋に向けて1枚あると活躍してくれそうな、カーディガンになりました。で、こちらはもう一つ完成したものになります。文章パターンで編むソックスという本の表紙に載っているオレンジという靴下になります。以前からこの靴下のパターンは編んでみたいと思っていました。表紙を見た時に
この模様がとても綺麗だなと思っていましたので、いつか編んでみたいと思っていたので、今回編めてよかったです。で、こちらの毛糸はうちにあった、家にあった、ソックヤンを使っています。ソックヤンはこういったソックヤンになってまして、ウーリーハグスのメリノシルクソックという毛糸になります。こちらは、これは余っている糸なのですが、こう、よりがしっかりしていて、伸縮性もある毛糸でした。伸び縮みするような、そういった毛糸です。で、伸縮性のある毛糸だったので、こういった模様編みをするときに、模様がしっかりと出てくれたんではないかなというふうに思ってます。ただこちらなんですが、私は文章で書かれている、パターンの方で編みました。で、編み図が載ってる、そういった編み方もありますし、文章で編む編み方もあったのですが、私は文章を選んで編んでみたのですが、文章なので指示をされている文章をこう行ったり来たりするような場面があったのですが、少しこう今どこを編んでるのか、印をこうつけながら編んでいたのですが、それでも間違えてしまいました。で、1足目を編んでいる途中で、間違えてることに気がついて、で、もうこう筒の部分までこう編んでしまってたので、ほどくのも大変だなと思って、模様編みなので多少こう、遠くから見ても、間違えたところはそれほどわからないかなというふうに思いましたので、そのまま編み進めることにしました。で、1足目が終わった後、2足目はきちんと編もうと思って、いたのですが、2足目も間違えてしまいました。結局左右とも違う模様になってしまいました。こちらがこちらとこちらで模様が違う状況です。パターンのこう模様編みを見てすごく綺麗なので編みたいなと思ってたのですが、パターン通りには編めなかったのですが、今回はこれはこれでいいかなというふうに思っています。こういった模様になりました。実際に履いてみると多分透明だと、あまり気にならないかなとも思いますし、何よりも、間違ってしまったものの編んでる時がとても楽しかったんです。で、楽しかったので、これはこれでいいかなというふうに、思っていました。以前から編んでみたいとも思っていた靴下なので、こうして完成させることができてよかったです。また次はきちんとパターン通りに技術が上がってパターン通りの模様が編めるといいなと思ってるのですが、今回はこの間違えてる模様ですが素敵な靴下が出来上がったと思ってとても嬉しく思ってます。次は今編み始めたものについてお話ししたいと思います。今編み始めているものはこちらのこれは後ろ身ごろになるのですが、ダグマージャケットと言いまして、デザイナーはプチニットになります。今回もプチニットのパターンから選びました。私はプチニットのパターンが編みやすくて好きなので、あとデザインも自分の好みに合うものが多いので、次に編むものを探す時も、まずプチニットの中から選びたいと思って選びました。で、これから少し肌寒くなってくる季節に、T シャツの上に羽織れるようなそういったジャケットが欲しいなと思ってたので、今回こちらを選びました。このダグマージャケットは、縄編みの模様だったり、あと
ハニカム模様が入っていて、そこがとても綺麗だなと思ってます。で、こういう、模様編みの入ったジャケットも、編んでみたいと以前から思っていたので、選びました。こちらに使う糸なのですが、このブリティッシュエロイカを使いました。指定糸はヒエルホルトトリプルという毛糸なのですが、今回はその代替糸としてこちらを選びました。こちらはウール 100% の毛糸になります。指定糸のヒエルホルトトリプルと比べて、例えば糸感だったり、ネットの画面で見ただけなんですけど、そういう糸の感じだったり、あと糸調だったり、グラム数などを見て、このブリティッシュエロイカなら、代替できるんじゃないかなと思って選びました。で、こちらもやはり近所の湯沢屋さんで購入しました。こちらはスワッチも編んでいます。こちらになります。最初は指定の 4.5mm で、10ミリ、10センチ10センチの縄編みを編んでいたのですが、ゲージが少し小さく出ました。なのでもう一度こう編んで、それがこちらの、5センチの幅になるのですが、ハニカム模様を今度は編んでみました。で、指定されているゲージのサイズがこちらで出ましたので、今回は 5mm の針で編み始めています。で、今は後ろ身ごろを編んでいるところになります。ハニカム模様がとても綺麗にこう浮き出て、編んでいてとても楽しいです。マギーカーディガンとはまた違った編み地になるので、こちらがどういった一着になるのか完成するのがとても楽しみです。今日は完成したマギーカーディガンとオレンジという靴下、それから今編み始めているダグマージャケットのお話をさせていただきました。完成品について、また皆さんが今編んでいるものについてなどコメントいただけると嬉しいです。それではまた近いうちにお会いしましょう。